イニャラー、マシュロです。今回もスクースやっていくんですけど、今回はこちらですね。アップデ内容まとめということでやっていきたいと思います。はい、ということで日本時間の、日曜日の0時でしたね。アップデの内容がざっと見ることができました。そして月曜日の0時にはクリエイターがスクワットスニークピークですね。はい、こちらで先行プレイなど、詳細情報を喋っていました。で、そのクリエイターによると、明日も動画が投稿されるよっていうところだったので、火曜日の0時にもスニークピーク第2弾が公開されると思うので、まだ全部情報はできってないところ、ではあるんですけど、今回のこの動画では、まず公式 YouTube の方で語られた内容っていうのを喋りつつ、スニークピーク第1弾で語られた詳細情報、こちらまでね、まとめていこうと思います。で、スニークピーク第2弾で投稿される内容については、後日まとめるか、ちょっと明日まとめきれるかちょっとわかんないんですけど、はい、とりあえずこの動画では、公式 YouTube とスニークピーク第1弾、ここまでの内容をね、ちょっとまとめていこうと思いますので、ぜひ、チェックしてみてください。本編の前にチャンネル登録の方だけよろしくお願いいたします。現在クリエイターコードを目指して毎日スクワットとか投稿しております。ぜひチャンネル登録の方で応援よろしくお願いいたします。ということで、スクバス公式が投稿したスクワットアップのね、動画の内容に沿っていきながら、今回のアップデ内容を一緒にチェックしていきましょう。まずは9月から、はい、見ていこうと思います。ついにね、もう明日ですよ。来るアップデ内容についてまずはね、見ていくんですけど、新モード、モンスタートロフィー、こちらからね、見ていこうと思います。まずは試合の流れっていうのをね、押さえていきましょう。一番知りたい試合のルールですよ。何をしたら勝ちなのかと、何を競うのかと、そういったところですね。はい、試合開始とともに、ゲーム映像あったと思うんですけど、画面の上の方にエメラルドの数というものがありますね。試合開始から、500エメラルドですね。500エメラルドを稼ぐと真ん中にあるモンスタートロフィーですよ。マップの真ん中にはトロフィーをゲットすることができます。で、そのトロフィーをゲットすると怪獣に変わるんですよね。で、怪獣を操作するという形になります。で、その怪獣を操作して一定時間怪獣のまま逃げ切ると勝ち。そんな感じがちょっとね、クリエイターの映像から見れました。試合の流れとしては、まずはエメラルドを回収。そして真ん中のモンスタートロフィーをゲット。体重に変わって一定時間逃げ切る。そんな感じになっております。で、その他の、ちょっと細かいところのルール見ていくんですけど、まず、編成ですね。ラインナップの方は、決めることができないと。スクワットリーグなんかは自分で組むことができると思うんですけど、それはありませんと。で、映像を見ていただいてわかる通り、宝箱、試合中に宝箱を取ると、下の方でルーレットが回っていて、そのルーレットで出たキャラクターがサブキャラとして味方に加わる。そんな形のシステムになるそうです。その場で出たキャラクターをうまく使いながら、このキャラクターが来たからこういう動きをしようっていうのを求められていくと、そういった形になっているっぽいですね。いつも通りヒーローと初期サブキャラ2体、そしてパワーですね。ここは選ぶことができるので、そこだけは自分で編成できるので、こういう形で戦いたいなっていう戦略は、少しは練れそうっていうところですね。で、試合中のプレイヤーキルとかはどうなのっていうところなんですけど、もちろんプレイヤーキルもできます。プレイヤーそれぞれが自分でそのエメラルド500個ですね。500個を集めようと、走り回っているので、邪魔してキルしてやったりとか、キルされたりっていうのはあると思います。で、キルされると、一定時間経つと復活ってところで、ディオみたいな感じかな。ディオ遊んだことある人はわかると思うんですけど、やられたら一定時間経つと復活できるっていうのがあるので、そういった形でモンスタートロフィーも復活できるそうです。で、怪獣になった時は、怪獣のジャンプですね。あれが使えるそうなので、あれをうまく使いながら、逃げていくと、そういった感じに、なっているそうです。で、アップデ動画の方ではありましたよね。世界中のプレイヤーと競争というところなんですけど、なんかね、リーダーボードがありまして、で、そこにタイムが書いてあったと思うんですけど、それっていうのが試合開始からエメラルドを集めて怪獣になって逃げ切る。そこまでのタイムを競うっぽいです。世界中のプレイヤーで反映されていくので、そこのね、誰が最速で逃げ切ることができるのかっていうところ、シーズンで争うという形になっています。はい、ということで、次は新たな報酬要素、ラッキーボックス、こちらについて話していきましょう。タップして運が良ければレア度が上がって、で、そのレア度が高ければ高いほど中身の報酬も良くなって、そんな感じのアイテム、報酬制度だと思うんですけど、どこでもらえるのか、そして中身どんなのか、こちらについてね、話していきましょう。まずはどこでもらえるのかっていうところなんですけど、主にもらえそうなところとしては、この右下の、デイリー報酬のところですね。今のデイリー報酬は青いただのプレゼントギフトなわけなんですけど、ここがすべてラッキーボックスに置き換わるというところなので、1日最低3個っていうのをね、もらえるっぽいですね。クリエイターの映像を見てみると、このデイリークエストですね。デイリークエストの、この今ね、ヒーローポイントだったり、コインだったりとか、1日のクエストをクリアするともらえる報酬があると思うんですけど、ここにもラッキーボックスが登場するっぽいです。で、あとはね、アップデート映像にもあった通り、イベントの時に、つどつど登場はしてそうなので、
次回以降のエメチキランのこういった報酬とかね、次回以降の何かイベントがある時っていうのは、ラッキーボックスが報酬に並ぶっぽいので、このラッキーボックスはね、非常に見逃せないものがあると思います。はい、ということで、次にその気になるラッキーボックスの中身について話していきましょう。ちょっと何が何個とか、詳細なところまではっていうところあるんですけど、レア度としては、ノーマル、レア、スーパーレア、ハイパーレア、ウルトラレア、この5段階に分かれているそうです。でノーマルの場合は、コインと、あと2倍チケットとか、サブキャラが数体ね、もらえたりとか、ヒーローポイントも一応もらえてたね、50ポイントくらいなんか入ってました。で、次がレア。レアとしては、ヒーローポイントが200くらいかな、入ってたと思います。あとはスタートークンと、コインがちょっと多くなったりとか、倍チケットの時は、3倍だったりとか、そういった感じになるっぽいです。で、スーパーレアになると、エモートとか、表示されてたので、おそらくね、エモートとかもらえるんじゃないかなと思いますし、ヒーローポイント、スタートークンの量もアップする、コインの量もアップする、倍チケットは4倍チケットが出てくる。そんな感じだと思いますね。ハイパーレアですね。赤いラッキーボックスまで上がっていくと、ヒーローポイントは1000とかもらえてたと思います。あとは、キャラアンロックっていうところで、持ってないキャラがいた場合は、アンロックされる可能性もあるっていうところがありますので、最近スクワスを始めた方とかはね、結構嬉しいと思います。あとはヒーローの能力ですね。ヒーローの能力が1個解放できるっていうのもね、ハイパーレアからになっております。なので、この今ね、真っ白のモーティスで言うと、これが当たったとすると、5500ヒーローポイントね、浮いたりするわけなんで、これ結構でかいですね。こういったまだ、解放してないところの能力っていうのが、ハイパーレアから出てくる可能性があるっていうのも、一つ覚えておきましょう。これ結構でかいと思いますね。で、あとは、スキンも映ってるので、スキンももらえるんでしょう。で、最後がウルトラレアというところで、もらえる内容としては、ヒーローポイントがめちゃめちゃもらえます。はい。どれくらいもらえるのっていうところなんですけど、クリエイターの映像では、5000ヒーローポイント入ってました。これでかいですよね。で、あとはヒーローのアンロックもあるというところで、ロア金まだ購入してないとか、スパイクまだ持ってないとか、そういうところあると思うんですけど、そういうのも、解放される可能性があるというところで、これ非常に嬉しいポイントだと思います。っていうところが、ラッキーボックスになりますかね。で、あと、公式のアップデート映像でもあった通り、アップデートした日に、無料で10個もらえるっていうところがあるので、そこからね、はい、とりあえず10個は確定でもらえる。これはね、絶対受け取るようにしましょう。はい、ということで次は、ショップについて見ていきましょう。このラッキーボックスの映像に気を取られていて、密かにショップの価格が変更されていたところ、気づきましたでしょうか？ショップの価格が変わるそうです。主にこのサブキャラの値段ですね。めちゃめちゃ安くなるってところがあるので、これはね、育成してる人には超朗報でございます。で、1体あたりの価格ですね。1体あたりの価格をちょっと表にまとめたので、こちらご覧ください。ノーマルキャラは、1体あたり800コインだったのが、新しい価格としては、140コインになるそうです。で、レアの場合は、1000コインから180コイン、スーパーレアの場合は、1200コインから210コイン。めちゃめちゃ下がってるので、今ちょっとショップでキャラ購入迷ってる方っていうのは、一回アップデまで待った方が確実にコインがね、安くなるので、ちょっとね、買い控えした方がいいんじゃないかなとは思います。で、その下に書いてあるアンロックっていうのが、ラフ大差がね、12万コインで1体アンロックできると思うんですけど、それが、次からは53000コインというところで、半額以上になるので、これはマジでね、アップで待ってから購入するっていうのがいいと思います。ショップの価格が変わるよっていうのが、もう一つニュースとしてありました。はい、というところが、9月の内容になります。はい、ということで、次、10月の内容を見ていきましょう。で、この10月の内容っていうのは、スニークピークの第2弾の方でおそらく喋られると思うんですけど、まだちょっと詳細情報出てないので、この10月の内容については、ざっくりと喋っていく感じになるんですけど、まずは新ヒーローペッカの登場ですね。はい、新ヒーローペッカついに来ますよ。もうすぐですよね。もう10日後には10月に入るっていうところなんで、そんなに遠くない未来の話ではあるんですけど、映像を見る限り、ファイターっていうのが確認できたっていうのと、あとは攻撃して回復をしてる様子なのかなとかが確認できたし、ヒーロージャーニーについても何ページかは映像に映っていたっていうところがあります。で、ペッカの入手方法については、おそらくね、登場と同時にイベントが開始されて、そのイベント、蝶々集めイベントっていうのがね、映像で映ってたと思うんですけど、その蝶々集めイベントでペッカを無料で入手することができると思うので、ペッカが来た際のイベントっていうのはしっかりとクリアしましょう。詳細に日にちなんかはね、まだ発表されてないのでちょっとわかんないところはありますが、非常に楽しみと。あと映像であったのが、新モードミニペッカの逆襲っていうところで、こちらもね、詳細まだ出ていませんが、10月には登場する新モードというところで、モンスタートロフィーも出てくるし、次は新モードミニペッカの逆襲。こちらも非常に楽しみな内容でございます。次が新星5アサシンユーノでございます。アサシ
いうのが次の星5キャラとして発表されました。これも楽しみですね。やっぱファイターっていうところなんで、ババキン使ってる人とか、ペッカを使おうかなって思ってる人は、相性がどうなのかっていうのも見ていきたいところですが、能力としては、星1とか星3よりもさらにコインが稼ぎやすそうっていうのはあります。ちょっとこの動画の後半の方で話すんですけど、バランス調整とかもね、発表されたので、そこでちょっとまたね、アサシンのについては話していこうと思います。次、新登場、ソロエメチキランというところで、はい、こちらはエメチキランがソロモードとして登場するよっていうところなんですけど、今来ている3人1組で戦うエメチキランも、おそらく残るとは思うんですけど、ソロモードとしてまたエメチキランが来るよっていう、これ非常に嬉しいですね。今のやっぱエメチキランっていうのは、サボる放置プレイヤーがいたりするので、そういったところで、ソロで遊べるっていうところはね、しっかりと自分の裁量でね、攻略できるっていうところがあるので、これはこれでやっぱ嬉しい一つの要素かなとは思います。で、ハロウィンスキンと同時に発表されてたりしたので、ソロエメチキランが登場するその報酬でハロウィンスキンとかもゲットできるかもっていうところでね、映像としては見れました。そして11月見ていきましょう。こちらもまだ詳細は語られてないので、アップデ映像とまとめてざっと見ていく感じなんですけど、まずは新モード、アーケード乱闘ということで、11月の方ではアーケードのマップが4つね追加されるってところが発表されているので、まずはアーケード乱闘っていうところで、映像的にはね、アーケードマップがね、ちらーっと映っていて、そこからアーケードらしい新要素も見れたし、あとは木とかね、畑とかの位置とかも確認して、どういう立ち回りがっていうのも、ちょっと妄想することはできるんですけど、アーケード乱闘の方なのかな、アーケードマップ自体なのかな、合体なしというところで、メガですね。メガにはできなさそうなところがあるので、このメガができないことによって、強みが出てくるキャラクターがいるのかっていうのもね、遊んでみてちょっと確認したいところではあります。で、巨大なスカットでバトルというところなんですけど、この特定のゲームルール、特別ルールにおいては、2体目、3体目がゲットできるそうですね。今のスクバスっていうのは、メイビスを1体取ったら、もうメイビスは2体目は取れませんとかね。そういったのが制約があるわけなんですけど、そこがないような。いわゆるスクバス 1.0 ですよね。スクバス 1.0 は同じキャラを2体目、3体目作ることができたので、そこの要素がちょっと復活するのかなと思います。これ結構ね、期待してる人も多いと思うし、これで結構ユーザーの反応が良かったりとか、あとはゲームとして成り立っているっていうところがあるのであれば、またスクバス 1.0 の要素が戻ってくるんじゃないかっていうところのちょっと妄想も膨らんだりしております。なので、ちょっとここはね、ちょっとマジで遊んでみたいですね。やっぱスクバス 1.0 ってキャラがいっぱいいることによって、爽快感っていうのがね、やっぱね、あったんですよ。ド派手なバトルっていうところがやっぱ魅力だったので、そこが戻ってくるのであれば、このアーケード乱闘、11月ね、登場する巨大なスクワットでバトルができるモードっていうのは非常に真っ白楽しみでございます。そして次、新登場、ルーレット宝箱というところで、これはアーケード特有のものなのか、特別ルール限定のものだと思うんですけど、取った時にどうなるのかっていうのはチェックしていきたいところです。で、新登場アーケードスキンというところで、ヒーローでいくとね、モーティスとババキンのスキンが映っていましたね。あとはマックスと衛星兵っていうのもイベントでゲットできそうな感じになっています。で、アーケードが実装された時のアーケードイベントっていうところも来そうで、一番最後のね、アップデートのところで映ってたんですけど、ラッキーボックスが映ってたりとか、アーケードスキンがゲットできたりとか、そういったところもちょっとありそうなので、はい、ここもまたアーケード11月ですね。はい、期待しています。はい、ということで、最後、バランス調整見ていきましょう。まずはゴブリン、特性の方が変わります。宝箱を開けるたびにコインがもらえるようになります。今で言うと、ゴブリンをゲットした時のみコインが付与されるっていう能力だと思うんですけど、これからは宝箱を開けるたびにコインがもらえるってところがあるので、はい、ここが一つ変更点になります。で、次、アサシーノ。アサシーノもこの特性の能力がね、変わっていくわけなんですけど、今でいくと大きなモンスターを倒すとコインを獲得っていうところがあるんですけど、5秒ごとに攻撃しながらコインがもらえるというところに変わってくるそうです。で、星5も実装されるので、星5になった時に、どれくらいコインがもらえるのかっていうところも実際に使ってみてチェックしたいところではあります。で、次、アイスリザード。これがですね、面白いですね。今でいくと6回攻撃するとアイスファンを発射っていうところがあるんですけど、このアイスファンっていうのが通常攻撃になるっていうところですね。通常攻撃が全てアイスファンになります。っていうところなんで、結構ね、範囲が広く、このスロー効果を当てる攻撃ができるっていうのが、アイスウィザードに今後なってくるので、そこがどういう風にね、活躍してくるのかっていうのが、見どころになっていると。次がニタですね。はい、ニタ見ていきましょう。ニタは星3のところが変わるそうです。今でいくとね、ブルースのステータス強化っていうところなんですけど、バランス調整後っていうのが、スクワットへのダメージを軽減させるっていうところですね。これ結構面白いですね。これもね、やっぱ守備力アップっていう面でどう活躍してくるのかっていうのは非常に楽し
しみでございます。はい、次がパムですね。内容を見ていきましょう。今でいくと、宝箱を開けてヒールステーションを設置っていうのが能力だと思うんですけど、こちらが変わります。パムの体力が減った時にヒールステーションを設置というところですね。なので、宝箱の近くとか、宝箱がどうこうとかっていうのはもう関係なくなって、戦っている途中にね、回復できるようなヒーラーに変わるというところですね。次が鶏。鶏の能力も変わります。星1は今まで通りターボブーツがもらえるっていう能力だと思うんですけど、星3と星5が変わるそうで、ターボを使用した時の移動速度アップというところですね。これ非常にでかいですね。はい、スピードスターらしい移動速度アップの能力をもらったっていうところがあるので、引き続きターボブーツを少量もらいながら走った時に足が速くなるっていうところで、これノーマルキャラなんでね、そこでマックスとかホグライダーとかと違う役割で立ち位置でスピードスターをしてくれるっていうのは非常に興味があります。次がシェリーですね。星3のところですね。ここの火力が上がるそうです。そしてステータスでいくと体力が今2250だと思うんですけど、こちらが2800に強化されるそうです。ネクロマンサー、こちらの強化ポイントとしては、スケルトンですね。このエリートスケルトンっていうのの体力とダメージが強化されるっていうところで、これもね、やっぱエリートスケルトンがより強くなったっていうところは、使ってみて使用感を確かめたいところではあります。さあ、そして次、ヒーローを見ていきましょう。まずは、はい、こちら、バーバリアンキングですね。まずは特性のレベル1と特性のレベル5、ここのパーセンテージが強化されます。レベル1の時点では、今は 15% ボーナス HP 付与っていうところなんですけど、バランス調整後っていうのは 30% ボーナス HP を付与。で、レベル5っていうのが 30% から50% ということで、これマジでね、大幅強化だと思うので、ここもね、ちょっと楽しみでございます。で、もう一つの強化ポイントっていうのが、攻撃力ですね。DPS が480から600っていうところで、通常攻撃がね、強くなる。ここもね、強化ポイントとしてありました。で、次がモーティスですね。モーティスっていうのは、まずはパワーのレベル5ですね。パワーのレベル5っていうのが巨大コウモリの持続時間30秒というところで、巨大コウモリが場に長く残ってくれるっていうところがあります。そして DPS、攻撃力の部分も670から700にアップというところで、通常攻撃も若干上がってくると。そして最後が基本移動速度がアップというところで、基本移動速度なので、ターボを使用してない時の足の速さなのかな、そこが変わってくるっていうところで、実際の速度でいくと、アチャクイより速くてソニックより遅いというところが、喋っていたので、ちょっと使い勝手が楽しみなところではあります。はい、ということで、長くなりましたが、アップデ内容まとめというところで、今ね、出ている情報を全部まとめていきました。スニークピーク第2弾ですね。おそらく火曜日の0時かな、日本時間の投稿されると思うので、新ヒーローペッカの性能が、詳細がね、語られたりとか、いろいろ出てくると思うので、あと10月、11月の新モードとかもね、出てくると思うので、楽しみにしています。9月でいくと、やっぱモンスタートロフィー、どんな感じで遊ぼうとか、あとバランス調整で強くなりそうなキャラとか、そういったところもちょっと妄想ができると思うので、非常に楽しみでございます。ということで皆さんのアップでこれが楽しみとか、バランス調整このキャラ強そうとか、そういったね、ところもコメントでお待ちしております。はい、ということでよければ高評価、チャンネル登録もお待ちしております。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。あの夜も